EK ワゴンです。はつこチャンネル。じゃーん EK ワゴンです。続きの愛車無料点検っていうのがあって、半年に1回ぐらいその点検出しに行ってて今。なので、はつこちゃんは今点検中ということで、愛車無料点検でガソリンオイルと、あと、ガソリンオイルとなんか異常ないか点検してもらっています。台車をお借りしています。振り返るのかなって思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、今日は、そういう面も含めて、ハセラーと比べた EK ワゴンのメリット、保険についてちょっとお話ししたいことと、タイトルにもあった通り、ハセラーを今後乗り換えるのかどうかについてお話ししていけたらいいなと思います。はつこチャンネル。EK ワゴンのメリット。でも、やっぱ窓が EK ワゴンめちゃめちゃ広くて、運転しやすいなって思いました。結構ハスラーって、窓の角度的に信号機がすごい見えにくかったりとか、あとやっぱ自動ドア、後部座席が自動ドアなのが、やっぱドアパンとかの心配がないですよね。小さいお子さんとかがいらっしゃる方は、そういう面ではすごいいいんじゃないかなと思いました。座席を倒してフルフラットにしてみました。こっちは頭元のだな。あ、寝れる。いいんじゃない？いいかも。で、ここに手すりがあって。これがなんか外からこうやってさって出していいんじゃない？というわけで、フルフラットって言えるかわかんないんですけど、足が伸ばせて、この EK ワゴンでも車中泊って全然可能なんじゃないかなと思いました。車内の足元や空間に余裕があって、窓も大きいので開放的に感じれました。また、後部座席にはエアコンの風が当たりやすい設置になっていて、エアコンの表示はパネルで見やすく、メーターはこんな感じでした。ミラーにモニターが反映されるのも良かったです。後部座席の窓にはサンシェードもありました。以上、EK スペースのいいところでした。あれわからん。こっちか。はつこチャンネル。実は無職になったので保険を解約しましたと言っても全部を解約したというわけじゃなくて、車両保険はいいかなと思って外してみました。金融が減ったので固定費を見直そうということで、保険料がちょっと高いなということで、動画を見てくださった方はわかると思うんですけど、窓ガラスの修理に保険を使ったので、等級も下がりましたし、あと、車体に傷があって、それも自損事故で、保険を使うことによって等級が下がって、実費でやった方がお得っていうことに気づいて、今回車両保険はいいかなと思って外してみました。不安もかなりあります。本当に外してよかったかなって思ったりもするんですけど、安全運転志向にはなった気がします。結果的にどうかはわかんないです。保険ってそういうもんだと思うので、車を置いて他のことに集中して帰ろうと思ったら、車がない。そう、台車で来たことを忘れて、
車がないと焦っちゃいます。はつこチャンネル。ハスラーから乗り換えないんですかっていう質問結構来てて、ザンクレで5年ローンで乗り換えプランでハスラーを買っているので、あと2年ですね。2年後、ハスラーを手放すか手放さないかって選択できるんですよ。私の場合、そのハスラーの総走行距離が結構いくと思うんですよね。なので、そういう乗り換えプランって結構いろいろ多分条件があって、結構手出ししたりしなきゃいけないんじゃないかなっていうのもあって、ハスラーをずっと乗り続けようと思っています。もう2つ理由があるんですけど、1つは、これはまあハスラーじゃないくてもいいやんってなるかもしれないんですけど、軽自動車が好きです。シンプルに。以前、中山系っていう下関の結構、狭い林道を走ったんですけど、まあ私の技術じゃああいう道、軽自動車じゃないと絶対運転できないし、やっぱりキャンプ場だったり、御朱印が好きなんで、神社仏閣によく行くんですけど、山奥とか、結構偏僻なところにあったりすることもあるんで、狭い道とか、急斜面を走るときって、やっぱり小回りが利く、運転しやすい軽がいいなっていうのを最近もめちゃめちゃ実感しました。はつこチャンネル。じゃあ2つ目なんですけど、じゃあ軽がいいなら、軽キャンピングカーとかはどうなのって思われるかもしれないんですけど、私は、なんか、安全面っていうんですかね。なんかもし事故に遭った時のこととかを考えて、軽キャンはちょっと、って思うところがあります。車内が広いじゃないですか、軽キャンって。で、その分多分、中が広い分外の作りがめちゃめちゃしっかりしてるかって言われたら、まあそうじゃないのかなっていうか。やっぱ YouTube とかでも結構こういうドライブレコーダーの映像とかが流れてて、なんか事故の映像とか見る機会が多いので、めちゃめちゃビビってます。めっちゃ自分が気をつけても、本当になんか、例えばセンターライン終わってぶつかられたとか、どうしようもない自己回避ができない時とかもあるかもしれないじゃないですか。そういう時に、やっぱりちょっと軽キャンとかだと、安全面とか、だし、不安な面もあるし、あとやっぱ、車高が高くなると、やっぱ高速道路とか走ってたりとか、結構揺れるんじゃないかなとか、横転したらどうしようとか、結構心配しちゃうので、はい。ということもあって、なんで軽キャンとか大型車っていうのは今のところ考えてないです。はつこチャンネル。というわけで、今から夏子ちゃんを迎えに行ってきたいと思います。行ってきまーす。じゃーん。はすこちゃんが戻ってきました。おかえり。ちょっとなんか多分綺麗にしていただいたみたいでピカピカです。なんかタイヤがね、もう変えなきゃいけないって言われて、ひびが入ってるかはわかんないんですけど、なんて言われたっけタイヤ交換の見積書をいただきました。タイヤ4本廃棄技術料の合計金額が62,000円でした。これって平均的なのかな？タイヤ交換安いところ知ってる方教えてください。ハスコチャンネルなので今後もハスラーを乗り続けていくので安心してください。ご視聴ありがとうございました。